こんにちは。ダンディーすぎる社会保険労士曽我です。今日は日本では解雇は難しいと言われています。欧米でしか簡単。本当かどうかはこれはね、実際には難しいんですけど、その点についてね、日本の文化が違うということで解説したいと思います。で、日本ではね、採用するときに学歴とか出身校だとかね、そういうの見てから採用しますよね。新卒一括採用なんてのは日本だけです。欧米ではポストに人がつくわけです。そのポストが空くと誰かいないかとこういうふうにやるわけですね。ポストに人がつく、人に仕事がつく、これ全然違うわけです。欧米では転勤はエリートだけだそうです。例えばマックなんかね、女性社長が日本に来て V 字回復した。こういうことは極めてまれだったんですね。で、解雇の大原則、これはね、解雇は客観的合理的な理由を書き、社会通に相当認められない場合は労働者に見せることはできません。だから客観的合理的な理由というのはあるのかどうか、それから社会通念上相当なのは何か、これなかなかね、裁判に踏み出しては分かりません。これを判断できるのは裁判所だけです。で、解雇する前にすることはどういうことかというと、日本では解雇は比較的難しいんですけど、8年間容易なんです。ですからもうそこの職場で人が余ったんならどっかね、転勤させることできないかどうか、他の部署に変えることできないか、これをまず検討していただいてから決めていただくと。そういうことでやり尽くしてやっていくと解雇も比較的得しやすくなります。解雇は不自由だけど転勤自由。この転勤のね、効用もあるわけです。転勤の効用はどんなことかっていうと、これもね、特にしている警備業界で、元警察の幹部もいますけど、聞いてみるとね、警察なんかがどんな嫌な上司でも我慢しなくて2年間我慢すればいなくなってくれると。だからそういう意味ではね、雇用が見通しがつくわけです。だから中小企業の場合はもう上司変わりませんから、いつ終わるのかは分かりません。こういうことでね、転勤の雇用もあります。それから将来の幹部になるためにはいろんなこと経験した方がいいわけですよね。そう北海道のいろんなとこ見聞してきて、いろんな視点もある、いろんな人と交流する、その中で、将来の幹部としてね、見聞を広めることができるわけです。それからあとは転勤では、例えば経理部長が、職が誰かに変わった。そしたら経理部長がこの視点は売り上げが伸びない。営業担当者を変えようと。そうすると営業担当者は全社的に、ね、見てで募集してやる。だから会社としても人事の交流で活性化するし、弱点を補強できる。こういうね、転勤の雇用もあるわけです。ですから長期雇用システムの下ではこの転勤というのはね、これ非常命令なわけです。だからそういった点で日本では諸外国と解雇が難しい割に転勤が自由と、それもそういう背景があるということです。